相手はここは届かなくなるんですが、相手からすると左手に対してここが正面を向く形になるので、相手がでかい、自分がどうしよう、頭1個分ぐらいにしとこう、小さい、こういう場合自分が小さい方が有利なところがどこだっていう視点を持って、こんにちは、空手家岡部です。今回は先日公式 LINE で募集した質問に答えていきたいと思います。ちょっと今回このコーナー自体ちょっと初開催の、YouTube 初開催の企画になるんですが、僕が運営している空手家岡部のオンライン教室で、毎月開催しているこの人気コーナーで質問回答コーナーっていうのがあるんですが、最近ちょっと忙しくてですね、YouTube 撮影に出る時間が取れなかったので、今回特別にですね YouTube にこの回答する形で、公式 LINE で募集した質問に、回答していきたいと思います。ただですね、ちょっと公式 LINE 内だけで募集したものの、僕が想定している何倍もの質問が来てしまい、一応全部プリントアウトしたんですが、ですね、こうなんかすごい束になっちゃうようなダラダラダラとすごい枚数になっちゃったんですよね。なので、ちょっと、15分ぐらいの、動画の中で、この中にから適当にちょっとピックアップしたものをお答えする感じにしていきたいなと思います。ではちょっと適当にごめんなさい。本当何枚答えれるかわかんないんですけど、ちょっと適当にこの中から、選び抜いたというか、パッと抜いたものをちょっと答えていきたいと思います。じゃあ、ちょっと、これいきますね。男性20代ですね。答えてほしい質問に関してですが、試合で強いインローが蹴れません。いい練習方法はありますか？これ、ちょっとですね、なんか、多分こうじゃないかなって、僕が現役の頃にも、なんか似たような悩みがあったんですが、これですね、よくあるのがミットとかで、蹴りは強くなった。ミットだと蹴りは強く蹴れるけど、組み手になると全然、蹴れませんみたいなことがよく起こるんですが、これなんでかっていうと、ミットと組み手試合がイコールになってないっていうことがあって、例えば、じゃあ、例えばこの、前の人の、相手にここ立ってもらって、足がここにあって、ミットをここに、つけてもらって、こちら側からインローを蹴ろうとした場合に、一番よくあるのが、例えばこのインローを蹴ろうとしたときに、右足をちょっと大きめにかきます。大きくないか。右足をここに踏み込んでインローを蹴ってました。とします。ちょっと場所的に本来だとおかしいんですが、蹴ります。なんですが、これ、ここに置くと、蹴った蹴りは強くバーンと蹴れる。で、ミットだと、すごく強く蹴れる。にもかかわらず、これ、じゃあ、組手の時とか、試合の時になったら、ここに足置いてますかっていうことが結構課題なんです。意外と、ここに足を置いてミットだと強く蹴れるのに、いざじゃあ、組手の時になったら、もうなんならもうこの辺に足があるのに同じ蹴り方してたりとか、もう全然なんだろうな、ここからこの辺に踏み込んでるのに、同じ蹴り方しちゃったりっていう形で、軸足の位置が違うのに同じ蹴り方をしようとして組み手とか試合では一切、同じインローを強く蹴れませんっていうことが出てきてしまうので、まず練習してほしいのは、例えばここで強く蹴れる蹴り方が分かったんだったら、このミットなしの状態で構えて、相手に対して自分はどの位置に、足を踏み込んだら、そこのこの強い蹴りが蹴れるのかっていうのをちゃんと構えた人間で、そのポジションに足を移動させた時の景色というか、最初はこう足を置いた時に足を見て、相手見て、でこの相手に対するこの辺の感覚のところに足を置くと、ちょうどそこの、ローが相手に当たるんだなっていうのをまずは覚えて、でそこに置いて合わせる、そこに置いて合わせる、で組み手中にそこの景色になるように右足を踏み込んで蹴るっていうことができると、強いインローが実際で組み手に再現できるということができます。でもちろんですが、これ足を、変えたら蹴れないわけではないので、例えばじゃあ違う場所に足を置いた時のインローの強い蹴り方はっていう形で、当然相手の足に対して置く自分の足の位置によって蹴り方とか若干こう変えていかないと強いインローは蹴れないので、
この景色の時はこのインロー、景色っていうよりはこの足の位置ですね。意識の時はこの蹴り方、この位置の時はこの蹴り方っていうので、ある程度調整して蹴れるようになっておくっていうことが大切になります。なので、なんですかね、ミットだと、強く蹴れるのに、組手だと蹴れないっていう形の、人は、蹴る直前のこの一本のこの足ですね、これをどこに置いて蹴ってるのかっていうのをちょっと、一度見直していただければなと思います。これが分かってくると、強い攻撃のやり方のもう基本中の基本なので、いろんなことにも応用効くと思うので、参考にしてみてください。これいきなりちょっと時間長くなっちゃうかな、これ。なるべく簡単に答えていきたいんですが。よし、じゃあちょっとこの中をまたすいません、選びますね。よいしょ、これにしよう。レバー、ボディを効かされ、ごめんなさい、男性30代ですね。レバー、ボディを効かされないために心がけた方がいいことはありますか？これ人の、その人の、ごめんなさい、これ、その人の組手スタイルとかでもちょっと違ってくると思うんですが、僕が実際に、じゃあレバーとかボディを効かされないためにやっていたことをちょっと解説すると、例えばですよ、構えた時に、レバーブローです。こっちですよね。ここを叩かれたくないと。で、ここを叩かれたくない時に僕がやってたのは、これ、その人のスタイルによるんですが、僕の場合右のパンチが得意だったので、相手の左の、パンチから、自分のレバーを、離すってことですね。これどういうことかっていうと、オーソドックス、僕らの時代特にですが、オーソドックスが多かったのもあったんですが、ただその左の鍵突きとか、レバーを効かすのが得意な選手は当然多かったので、よいしょ。こういう状態で相手に対してまっすぐの位置に構えていると、相手の前手のパンチはレバーから、近い位置になってしまうので、このちょっと若干コツがあるんですが、相手の、この右手の外側に自分の左手を置いて、前足を軸に自分自身がちょっとこっちに、ポジション取るっていうことをしていました。なので、構えた時に、相手の後ろ手ですね、右手の外側に左手を置いて、ちょっとこういう風にする。そうすると、これ、ちょっと書き直した方が分かりやすいかな。ちょっとこっちにずれることで、よいしょ。当たり前なんですが、相手のこのレバーへのパンチが届きにくくなるので、レバーはもらいにくくなります。ただ、これ離れると分かるんですが、この状態で相手はここは届かなくなるんですが、相手からすると左手に対してここが正面を向く形になるので、ボディに関しては相手からすると少し叩きやすくはなります。なので、こうした場合に真ん中は叩きやすくなる。ただしこっちは相手からすると叩けない、来なくなるので、相手のパンチがここ一択なんですよね。なんでここ一択、一択というか、ここが相手の攻撃になくなるので、こういう、腕とか胸とか、腕とかこの肩ですね、このラインだったりとか、このほぼ2択にしかパンチ来なくなるので、そうするとこう構えておけば、もうこっちはもう打てないので、こっち一択になりますよね。そうすると、じゃあこの位置で構えておいて、こっちだけ受ければいい。もしくはここに手を置いておいて、これあんまり良くないですけど、ここに手を一瞬置いたとしたら、もうこっちか上段しかなくなるので、こっちに手を持っていけばいいっていう形で、ここの選択肢からなくすことでパンチを受けやすくするっていうことを、意識的にやってたので、ちょっとこれ参考にしてみてください。自分も左のパンチが得意だよっていう場合、この逆パターンでこっちに回ってっていう方法もあって、こっちを実際この手の外に手を回して潰しちゃうっていう方法もあるんですが、ちょっと一人の人に長く時間かかりすぎると次答えれないのでごめんなさい。とりあえず僕がやってた方法はこっちになります。よし、じゃあ次行きます。よいしょ。続いて、よいしょ、これ行こうかな。体重差があっても接近戦に勝つ方法は、ごめんなさい、これ、30代男性、体重差があっても接近戦に勝つ方法はありますか？体重差があるってことは、身長差があるっていう方に考えていいのかな。接近戦で勝つ方法はありますけど、
とりあえずじゃあ、苦痛体重差があったら、体格差、身長差があるっていう前提でお答えすると、当然勝つ方法はあります。っていうか、相手の方がでかかった場合は、接近戦でしか勝つ方法がないって言った方が正確じゃないかな。当然、相手の方がリーチがあれば、接近戦に持ち込まなかったら、遠い前だったらボコボコにされてしまうというか、自分届かない相手が届くということになっちゃうので、基本的には自分の方がちっちゃいのであれば、接近戦じゃないと、逆にちょっと、勝つ方法が見出せないので、ちょっとその辺についてさらっといきたいんですが、どうしようかな。まず、下突きが当たりやすくなるっていうのが、相手が大きい場合の、メリット、自分が小さい時のメリットですね。例えばですが、相手がでかい、自分が、どうしよう、頭1個分ぐらいにしとこう、小さい。こういう場合、こう、構えている時って、こちらの人、下からパンチが、打っていきやすいので、こうなっていると、上の人は、下から来るパンチに関しては手を思いっきり下げないと受けれないですよね。構えていると下の方からどんどん攻撃出せるので、上の人は手を思いっきり下げないと受けにくいっていうことがあって、小さい人の方が下突きに関しては確実に当てやすいです。で、大きい人に関してはこれ下突き当然ですが、こんな下から打とうと思ったら、打ちづらくて打てないので、極端にしてもこんなことしなきゃいけなくなっちゃうんで、自分から顔を下げたりバランス崩すので、こんなことは普通はあんましませんよね。なのでまずはこれ下突きは、小さい方が当てやすいっていうのは有利なポイントの一つになります。あと当然ですが、体重が軽いので機動力があったりとか、あとこれは上から見てわからんな。連打のスピードが当然変わってきます。わかりやすく言うと、ちょっと極端に言いますが、これ違いすぎるな。いいや。これ当然、この軸が、赤の方がわかりやすい。軸からの距離が、幅がここ違うので、ここの人は連打打とうと思ったら、こんだけで済むんですが、ここの人は、これだけ動かす量が大きくなるんで、確実に連打パパパンっていうスピードは小さい方が速くなります。でプラスこちらの人、強い攻撃が出せる範囲っていうのがやっぱこういう範囲になってくるんですが、そうするとここにくっついて入り込まれちゃうと強い攻撃に関してはやっぱりどうしても打ちづらくなるので、ここ入ってしまえば小さい人の方が有利になります。なので、ちょっとこの辺を知っておいて、自分がなんですかね、相手がでかい方が有利だっていう考えじゃなくて、自分が小さい方が有利なところがどこだっていう視点を持って、その有利なところをどういうふうに当てていくかっていう、考え方をすると勝ち方が見えてくるようになります。結構どうしても自分の方が小さいと、ネガティブになっちゃって、いいところが見つけられないんですけど、まずそういう視点、自分の方が、小さい方が有利なところがあるんだっていう視点をまず持っていただくってことが大切なので、これちょっと考え方参考にしてもらえたらなと思います。よいしょ、続いてよいしょ、どれにしようかな、この辺に行こうかな。よし、じゃあちょっとここ抜いてみる。40代男性、すねや拳はどのように鍛えていましたか？すねや拳ごめんなさい、僕はですね、現役時代はほぼ鍛えてないです。これ過去の YouTube でも出したんですが、フルパワーのビッグミットのパンチとかって、練習していれば2分3セットだったり1分ラッシュだったりとかってバーってたくさんのミットやるんですが、そうするとフルパワーのパンチ、例えば、パンチ力が1トンあったとして、なかったとしてもですけど、500キロのパンチだったとしましょう。500キロの衝撃をここに、当てて、それを数百発、数千発っていうのをビッグミットやってればすぐにいっちゃうんですね。そうすると、それだけの衝撃を常にここに与え続けているのに、わざわざ、V 鍛錬で硬いものを叩く必要がなくて、そもそもその必要性を感じてなかったっていうのと、あと、正直中学生の頃に僕実は V 鍛錬にハマって、中学校の時はなんか砂袋つって砂袋を1000発叩いても血まみれになるまで例えばってやってて、そんなこともやってましたし、鉄パイプで、
まあ最初はあれですね、痛かったから最初はもう空の瓶ですね叩いて、で慣れてきたら空瓶にこうテーピングを巻いて、それで叩いて、でもう割れそうなぐらい叩けるようになってきたら、今度中に砂を詰めて叩いて、でそれでも耐えれるようになってきたら、鉄パイプかで叩いて、最終こう鉄アレイで、すねを叩いてみたいなことをしてたんで、中学生の時はもう本当すねとかって階段とかで打ち続けても、感覚がなさすぎて、バーンって衝撃が来るだけで、なんならその後血が出てズボンに、なんですかね、ズボンがすねに血でくっついてても気づかないぐらい、すねのなんだろう、感覚が鈍感にはなってた中学生時代があったんですが、まあ、そういうのをやってたっていうのはあったんですが、まあ正直大人になってからすねの V ターンで実はしたことがなくて、これもまあその代わりサンドバッグで、その当時うちでした時に毎日フルパワーのすねのローキックを、毎日、右500左500の、蹴り込みですね、これを毎日、左右で1000本を、週6で、何年間もやってたので、まあそれだけすればもう別にわざわざ硬いもの蹴らなくても大丈夫かなみたいな感じで、いちいちその V ターン練っていうものは、現役の時はしてなかったです。まあ、中学校の時は結構やってたんですが、まあ、続けていくと、まあ、徐々に感覚がなくなってきますね。であと試合中は正直、自爆してもあんまり痛くなくて、試合中に痛いと思ったらもうほぼ骨折しちゃってるんで、もうそういう状態なんで、まああんまり試合の時に素手素足になったから自爆その蹴って痛いっていうのはそんなになくても、アドレナリン出てるから試合中はあんまり感じないから V ターン練しなくても大丈夫かなみたいないう感覚もあったので、まああんまりちょっと参考にならないかもしれないですけど、まあ、僕の V ターン練そんな感じです。まああと1個ぐらいかな、時間的には。さあどうしようかな。あとまあはい1個か、まあ、2個で最後終わりたいと思います。じゃあどれしようかな。この辺そうかな。なんだこれ。40代男性、ナンバー歩きと空手、武道は関係、影響があるのか、取り入れたらいいことありますか。ナンバー歩きか。ナンバー歩きは、僕二軸の、ミドルキック過去に解説したことあるんですけど、あれの時にちょっと練習してましたね。僕がやってる二軸の、ミドルキックって、この左足軸回す、右足軸回すって形で、このなんて言えばいいかな、この軸をまず最初やったのが、ここの軸を中心に自分の体を全部こちらに回す力をミドルキックに乗せるっていうのから実は始めてたので、この自然と、例えば左足を軸に右足だけじゃなく右の上半身も全部こういう風に、移動させるっていうことがなんていうんですかね、体で違和感なくできるようになるために、ちょっとナンバー歩きの練習を実はしてた時期があって、その時はなんかなんか日本の武士がその、刀を刺してても歩いてて乱れないのはナンバー歩きのおかげだみたいな感じでいうのを聞いたんで、最初なんですかね、最初なんです手足をこうやってやってもなんかおかしくて、もううまく歩けないし、こんなんでできるのかなっていろいろ調べた結果、なんかそれがヒントになって、まあ最初僕がやってたのはこのお尻のあたりに手を置いて、なんならこの手でお尻を押すぐらいのつもりでこうやって歩いていくと、特にその肩と足がこう同時に出ても違和感なくスースーっと歩けるので、こういう練習は当時やってました。でそうすることで、この両手両足が前に一緒にこう出ていって蹴りに行っても、違和感なく蹴れるっていうためにナンバー歩きはしてたんですが、それ以外は僕ごめんなさい、ナンバー歩きを、空手に取り入れたことはないので、まあ、ちょっと参考になるか分かんないんですけど、僕はそんな感じでやってました。じゃあ次本当に最後にしようかな。どうしようかな。いや、じゃあ次ちょっとごめんなさい、最後にこれさせていただきたいと思います。じゃあこれを、50代男性、50を超える年となりますが、この年でも突き蹴りのスピードを速くするこちら練習方法を教えてください。ですね、僕が道場で、
もう入門したその日からでもパンチ蹴りのスピードが速くなるよって言ってる方法に関しては呼吸があります。僕の動画を、試合の動画を見たことある方は知ってるかもしれないですけど、僕めちゃくちゃチュッっていうのを、試合中すごいやるんですよね。で、なんなら空手の動画とか試合の動画とか見てると、目をつむってでも僕の試合って分かるぐらい明らかにシュッっていう音が、他の選手より大きいんですが、これに関しては、息をこうシュッって強く吐くことで、この呼吸筋っていってサバナ筋を同時にグッと収縮させるんですが、その、呼吸筋を全部この打撃の時にこうクッて体幹を締める筋肉を、例えばパンチもこうって打つ時も当たる瞬間にここでよしって息を吐くと、そこだけでも、スピードは当然上がるので、これ呼吸に関しては、すぐにでも、今日すぐにでも使えると思うんで、この当たるこの一番スピードを速くしたい瞬間に息を吐くっていうのはちょっと参考にしてみてください。あとは、YouTube でこれも出したことあるかもしれないんですけど、引きですね。前にある手を引いてくるこのスピードを、ただ単に例えば右側で出すっていう動作だけじゃなくて、左側で引く力を出す力にプラスすることで、こっち側で出そうとする力、こっち側で引く力でここを押し出す力っていう形で、出す力に引く力で出す力って言えばいいかな。これをこの足し算することで、ちょっと一応書こう。パンチを出すときに、このただただ右側を出すっていうだけじゃなく、こちら側を、引く力をこちら側の出す力に上乗せしてやる感じです。そうすると、出すだけじゃなくて引く力を出す方に使えるので、通常のスピードよりも、速く強い攻撃が出せるという形で、引きと、息ですね。これは僕スピードを上げるためにも相当意識的にやってた練習です。特になんですかね、スピードが上がれば当然威力も当たった時の衝撃力も上がってくるので、これよく小学生に説明するんですけど、同じ車でも10キロでぶつかるのと100キロでぶつかるのでは全然、事故の大きさが変わってくるのと同じで、同じ人のパンチ、同じ人の拳でもこの出すスピードが速くなればパンチ力って上がるんだよっていうのでもよく説明して、こういうスピードの大切さを伝えたりするので、ちょっと、呼吸と引きですね、これちょっと、よかったら大切にしてみてください。他にも接近戦のパンチ力を強くするとか、そもそものパンチ力を強くする方法とか、簡単にその子供たち指導でパンチ力を上げる方法だったりとかもオンライン教室の方では公開しているので、気になる方は、動画概要欄をチェックしてみてください。多くの選手がやりがちなスタミナを落とすトレーニング方法とは、初中級者向けと上級者向けの違いとは、そして3つ目が試合で勝つために必要な本当のスタミナ練習とは、ここでいうスタミナに直結する瞬発力を向上させるトレーニングのことを、瞬発的筋持久力を向上させるトレーニングと呼んで、ちょっとですね、そろそろ時間を過ぎてしまってたので、今回ちょっとここまでにさせていただきますが、今回の質問をちょっとざーっと見てさせてもらっている中で、スタミナに関する質問とか、ちょっと間違いの認識なんかも多かったので、次回ちょっとスタミナに関する解説をがっつりやってみたいなと思いますので、そちらもちょっと楽しみにしておいてください。また僕が運営する空手家高血のオンライン教室では YouTube で明かせない試合に勝つための技術や知識、身体操作に関する動画だけでももう現在150本以上公開しており、今回のような所属メンバーの質問全てに回答するコーナーなど、フルコンタクト空手で強くなるための情報をもう惜しみなく公開していますので、本当に強くなりたい、悩みを解決したい、そんな方はぜひですね、動画概要欄をチェックして空手家高血のオンライン教室チェックしてみてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。今回の動画の内容が、学びになったとか良かったって思う方は、ぜひちょっと動画のこの下にある共有ボタンを押して、皆さんちょっと SNS の方で共有していただければちょっと嬉しいです。なんならもうちょっと SNS 共有していただいたらちょっといいねとか押しに行きますんで、よかったらぜひ、共有してください。これからも 100% 強くなるために役立つ動画は毎週金曜18時に更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して空手家高血の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。最大酸素摂取量について YouTube では公開していなかった部分の深掘り解説をしていきたいと思います。
最大酸素摂取量を、強化するために僕が大切だと思ってジャンル分けしている要素が5つになります。この1つ目、血管を通れる血流量や血管の数。